アスラムアレイコン、弘高イサ中田です。中田弘高です。今日は、自分の我が師、大沢健二さんに来てもらってます。大沢健二です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、どういう今日はね、どういうことを話すか。今日は自分とまず大沢さんとの出会いと、あとどういう選手だったかとか、あと引退についてとかについてちょっと喋れたなと思います。この間の試合をもって、引退したんですけど、自分こうハーツに入ってきたの7年ぐらい、6、7年ぐらい前ですね。あんまりこう若手がいない時期、ね、そうですね。はい。本当、木下空手ぐらいしかいなかったですよね、多分その時は。はい。で、神田城という男がいまして、俳優やってるんですけど、その男が僕の友達で、趣味で総合をやってるということで、総合格闘技をやってるということで、それを聞いて、ハーツ、に紹介してもらおうかなと思って、総合格闘技をこう習えるジムって東京で結構少ないと思うんですよね。で、大沢さんのこと自分はもともとアメバとか、やっぱ大沢さんは、もちろん格闘家としても、すごい有名なんですけど、解説者としてもすごい有名なので、アメバ TV とかで、解説たくさんされてて、で、そういうのを通じて僕も知ってたので、ちょっと伺わせていただこうかなと思って、で、初めて大沢さんとスパーリングした時に、めちゃくちゃこう技術でやられたなと思って、はい、その時に、入門しようと思いました。はい、まあね、最初、友達が来るっていうので来て、結構こう、プロになるって言って、辞める子多かったし、あとちょっと、多分当時、ちょっと俺も結構こう、厳しかったと思うから。本当ですか？わかんない。はい。あの前ぐらいかわかんないけど、どっかでパチンと変えたんだよね。でもなんか多分もうちょい僕が入る昔の頃はなんか大沢さんは結構ピリピリしてて、多分ジムも作ったばっかでまた現役、いやそれじゃなくてね、その後ぐらいきついことがいいと思ってたから。本当ですか？ピリピリその研修会で自分がやったことがきついことがいいと思ってやってたら、その仲のいい記者の方が、いまだにこんなにピリピリやってんのお前のところだけだなって言って笑ったのを見て、もう違うんだと思って、それで俺はやめた。なるほど。別に感情むき出しになってたわけじゃなくて、良かれと思ってやってたら、これ良くないんだって思って、それでなるべく怒んないようにしようっていう、怒った方がいいと思ってやってたから。でも最初僕が入門してきた時、やっぱプロ練の時とか結構雰囲気今よりピリついてたなっていう感じはしますね。出稽古の人とか呼んでたからね。それこそ朝倉兄弟とか金原さんとか結構来てて、すごいピリピリした空気感で、特に火曜日は本当にガチスパーでみんなで本当に殴り合いする試合のようにね。そうですね。そうですね。なかなか人が残んない中で、よくやってたなと思うけどね。最初僕の印象はどういう感じの人だったなんか不器用で、正直、あんま強くならないな。そうですよね。正直ちょっと難しいなと。不器用で。でもそれは思ってるけど、よく外れるから、絶対にそうっていう決めつけもないんだけど、難しいだろうなっていう、漠然とね、強くならなそうだなと思いながら、続けたらいいんじゃないっていう感じでやってて、でアマチュアの試合とか見てても、そうだよねっていう負け方してて、だけど真面目だったから、なんか強くなってくれたらいいなとは思うけど、どうやって強くするっていうことがなかなか思いつかないっていうか、俺の中で。そうっすよね。どうしようかなみたいなのを思ってた感じかな。僕自身もこう格闘技やったはいいですけど、もともとずっとあんまり運動とかできる方じゃなくて、でも格闘技は結構好きでずっとこう続けられたんで、ちょっとこうちょっと自分のこと試してみたいと思って、もうプロになってみたいなと思ってって感じですね。でもその中できっかけになったのは本当に結構俺の中でも結構でかかったのは田村君との試合で、あそこでなんかちょうど自分自身も MMA を見てて、みんな MMA
よく試合を見てると、よくバテる選手が多いのを見てて、MMA の選手ってよく振るからバテるよなって思ってて、でそこで弘高に、まあ、耐えたら5発耐えたらチャンス来るよって。チャンス来るよって言ったら本当に5発耐えて、そうですね。2000何年ぐらいだったかな、2019か20とか20ぐらいかな。コロナ前とかでしたもんね。コロナ前だったよね。コロナ前だったよね。じゃあコロナ後でしょ。コロナ後じゃない。はい。に、まあ、元パンクラスのチャンピオンで、元 UFC ファイターの、田村一成選手と自分は試合して、しかもプロ2戦目か3戦目ぐらいだよね。そう、3戦目ぐらいですね。だから全然本来、戦いが相手じゃない中でチャンスもらえて、多分、なんかこう、そんなに選手、コロナとかで選手少ないとか、そんな感じでいきなりチャンスもらえて、そうですね。通常だったら絶対勝てない。で、みんな、田村君を勝たせる試合だって思ってた中で、ちょうど俺の中で田村君がこう、ちょっとこう、グイグイ行くタイプも苦手だなっていうのもあったし、それでこう、弘高に言ったら、やりますみたいな感じで、そこでこう、こういう戦い方あるなっていうのは思ったよね。で、まあ、その元パンクラスチャンピオンで、元 UC ファイターの田村一成選手と自分は試合して、まあ、最初めちゃくちゃパンチをたくさんもらうんですけど、頑張って5発以上耐えて、思いっきしフルスイングして、ガーンってもらって、それを耐えて、最後、倒し殴り勝つっていうのが、僕も試合が一番まあ、こう勝った試合の中で一番こう、嬉しかったというか、印象的だったですね。はい、なんか一番こう、大物食いというか、したなっていう。だからちょっと逆にちょっと早すぎたかもしれないなっていうのね。だからそこからガッといってどんどん強いの当てられるようになってきて、そうだからそこの持ってるもの以上の、その格で言うとね、だいぶ上の人そうですね、たくさん戦ってきたかもしれないですね。だから、結果的に結構戦績がもっと自分より弱い人を選んでこう戦えばもう少し戦績違ったのかなと思うんですけど、結構毎回強い相手とたくさん試合をしてきて、まあでも結果的に良かったなっていうか。でもね、今思うと俺が思うのは、韓国の選手ってそんな感じだよなと思うし、なんか選手層がこう、なんていうの、すごい熱いアメリカとかだったら選手選べて勝ちながら戦えてたりとかするけど、結局女子のジュエルスもそうだし、韓国とかも選手の人数が少ないとちょっと勝つともうすぐ強いやつに当てられて、韓国の強い選手も、まあ、今ちょっと選手増えてきたから韓国って戦績整ってるやつとかもいるんだけど、でも少し前って韓国は強いやつみんな星汚いみたいな。だからそういう意味でいくとUSC それは日本でもあえて勝っちゃったからしょうがないなっていうのは思うけどね。まあ結果的にでもいろんな人と強い人と戦えて、まあいろんな経験を得れたからまあ良かったかなと思うんですけど。まあ、自分の中でやっぱ目標というか、こう USC とこう契約したくて、まあ、自分の中でずっと格闘技をやってきたんですけど、まあ、ちょっと年齢的にも、まあ、あと成績的にもちょっとまあ厳しいなということで、まあちょっとまあ引退も決意したのもその一つの理由なんですけど、まあそれと USC についてちょっとこう話したいなと思って、で USC、まあ、今月日本人毎週出るじゃないですか。平選手、明日平選手、中村選手、で、来週、トシ君、で、その次、朝倉海さん、で、鶴谷玲君。で、なんかまあちょっと、今月その USC 日本人祭りについて、ちょっと大沢さんの思ってるところ軽く聞きたい。なんか、これ最近思ってることなんだけど、やっぱり今、USC ってすごい展開が速くなってて、戦い方が変わってて、ペースが速くなってるから、日本人選手がで俺の中でいくとちょっとみんな距離取ってペース遅くやるっていう戦い方で、今でもそのペースにサッカーとかでもそうだけど、こうどんどんペースが速くなることになれないとちょっと厳しいんじゃないのかなっていうのは思ってるかな。
だからそこに対応できるかどうかはいなのかなっていう。スピード感のある展開に。スピードっていうのは、まあ、どんどん、展開が多い、早く。展開が、だから多分、その、しっかり数字取ったわけじゃないけど、例えば試合判定とかで見たときに、アタックを自分から仕掛けた回数の多い選手が俺は勝ってると思ってて、多分それを数値化したら、そうなるんじゃないのかなと思ってて、だけど、日本の選手って結構受けの選手が多いから、カウンターとかだったりね。だから、そうすると相手から攻めて、負けるときっていうのはどんどん相手に来られちゃって、負けるっていう展開が多いように、俺は思ってるから、そこをこうちゃんと自分で相手を上回るペースでアタックできれば勝てんじゃないかなっていうふうに思ってます。なるほど、なるほど。で、あと、まあ、僕も来週からまあ、風間のセコンド行くんですけど、まあ、風間はもともとハーツ出身の選手で、まあ、僕とほぼ同期ぐらいの、まあ、感じの選手で、まあ、ちょっといろいろあってうちのチームを辞めたんですけど、まあ、今回もうちょっとセコンド帯同するということで、で大沢さん今回風間の試合は見られる？見る、はい。相手とか見ましたか？強いよね。はい。強いです。はい。めちゃくちゃ強いですね。はい。正直ちょっとこう、相性悪いなっていう。はい、そうですね。多分苦手だなっていうところかな。はい。元谷選手とライジン対ベラトールの対抗戦で戦ったビンス・モラエス選手、元谷選手1ラウンドで決めてるビンス・モラエスが UC と契約して、で、まあ、3ラウンドやって、そのエライジャ・スミスという相手と、次今度、風間が戦うエライジャ・スミスと3ラウンドやったんですけど、まあ、前半の方は結構しっかりポイント取って勝って、後半ビンス・モラエスが何回か決めかけるんですけど、すごい我慢、決めに対するディフェンスがすごい強い、こうサブミッションに対してのディフェンスがすごい強くて、で頑張って耐えて、で判定勝ちしたということで、だからこう決めを防ぐ力もあるし、まあ、打撃相手を倒す力もあると思うので、まあ、結構こう厳しい戦いになるかなと自分も厳しいなって思うけど、ね、そのなんかハーツにいた時に、プラスアルファで何があるんだっていうのを、そこがないとちょっときついよなっていう、まあ今も全然練習とかもう見てるわけじゃないし、話もそんなに聞こえてこないから、まあ勝ってくれたらそれは嬉しいなと思うよね。なるほど、なるほど。まあということで結構まあ厳しい戦いになると思うんですけど、まあぜひ日本人の同じ日本人なので勝ってもらいたいなと思うところですね。でまあじゃあこんな感じでじゃあ、今日は終えたいと思います。こんな話ですけど、まあ本当格闘技まだ見てくれるのは嬉しいなと思って。格闘技はこれからもしっかりファンとして見るつもりですし、ハーツの一般会員としてちょっと今戻れるように、ちょっと仕事が忙しいんですけど、一般会員でやっていけるようにやりたいなと思ってるんで、これからも格闘技を見ていきますし、発信もしていこうかなと思います。じゃあ、今日こんな感じで終わりにしたいと思います。アラフィース。